こんにちは、TK キャンプです。今回はですね、2024年の上期で買ってよかった UL ギアベスト10を決めたいと思います。ちょっとやりたかった企画だったんですよね。では、早速行ってみましょうか。じゃあ第10位ですが、第10位はこちら、マウンテンクリッカーです。で、これ何かっていうと、熊よけなんですよね。山とか、冬キャンプ行くとき、やっぱり、ちょっと獣の気配を感じたりするんですけど、そういうとき大体熊鈴を使いますよね。ただ、これすごい軽くて、ここのボタンを押すと、こういう音が出るっていう、それだけのものなんですね。なんですけど、使いやすいですし、カチカチって鳴らすと、なんかこう、精神的に安心したりするので、この前の登山とか使った時も、すごいなんか良かったです。実際獣にも合わなかったですし、これすごい使いやすいなと思って、第10位にランクインしてます。獣の感じにしてくる。で、第9位です。で、同じく、同じメーカーさんなんですけど、テイクアハイクさんの、DCF のシートになります。で、これいわゆる、ぶわっとこう広げると、ザックとかに置けたりとかするものです。もう重量も合ってないようなものなんですよね。バックパックのこのポケットとかに忍ばせて、さっと広げてからバックパックを置くっていうような、そんな感じで使えるので、地味なんですけど、めっちゃ使い勝手いいなと思って、これを第9位にランクインしてます。で、第8位。じゃん。どこでもカラビナです。第8位は、どこでもカラビナです。これですね、すごい面白くて、好きな場所にフックポイント作成ということなんですね。はい。で、ちょっとじゃあ、その様子を見ていただきたいなと思います。はい。これが装着した例ですね。こうすることによって、ハトメがなくても、ここで引っ張ることができるので、UL テントの内部空間とか広げられますし、ここにフックが付けられるので、ランタンハンガーとか、ランタンフックをかけたいときも中からかけることができます。すごい画期的な商品なんですけど、一個ちょっと怖いのは、ここがすっごい引っ張ってるんで、生地が破れたりとかしないかなっていうのが心配です。なので、ちょっと高級な生地とか、シルナイロン系とかは、一旦ちょっと様子を見ながら、TC テントとかだと使いやすいと思うので、使ってほしいなと思います。で、生地にたるみがないと、ここに持ってこれないので、パンパンに貼ってるものからは引っ張ってこれないです。ある程度生地のたるみがあるところでできるようになってますね。ちなみに裏側を見ると、こういう感じになってます。はい。で、そんな感じでした。なので、ちょっとテントの空間を作ったりとか、タープのとこに空間を作って、ランタン引っ掛けられたりとか、すごい可能性が広がるなと思って、これめっちゃいいアイテムだなと思ってます。はい。すごい、簡単です。ただちょっと怖いのが、ここが若干尖ってるので、生地が破れたりしないかとかっていうのはちょっと心配なんですよね。今のところ使ってて生地が破れたりとかしてないので、使いながらまた皆さんにお届けしたいなと思うんですけど、今のところすごくいいアイテムだなと思ってます。どこでもカラビナでした。で、7位ですね。7位。じゃん。こちらは、こんな感じです。はい。で、これは広げると、アルミになってるので、体温がすごい暖かくなるっていう、いわゆる本当緊急用のブランケットですね。重量が約 65g ということで、非常に軽量です。やっぱりこの気温の、温度差が激しい時とか、ちょっとこう長い1週間ぐらいのキャンプ食べに行くと、暑いとこもあれば寒いとこもあったりするので、かといって寒いとこに合わせると重量だったりとかかさばったりするので、こういうエマージェンシーブランケットを一応保険で持っておくと、ちょっと寒いなって時に乗り越えられたりします。これ結構本当暖かいです、本当にこれ。これすごいなと思ってます。大体これぐらいのサイズ感なので、重量も 65g ということなので、シュラフをワングレード上げるのか、これを忍ばせておくのかっていう世界なんですけど、非常に軽量化につながるのでいいんじゃないかなと思っております。エマージェンシーブランケットでした。ソルのエマージェンシーブランケットですね。こちらですね、ボンファイヤーの
UL 袋です。はい。これキャンプ高荷とのコラボ商品になってるんですね。いろんなパターン、4種類ぐらいですかね。販売されてるんですけど、僕はこれ購入してます。これでお風呂グッズとかで入れたりとかもできますし、ポケット2種類あるんで、こっちになんか入れたりとかもできますし、で、これ、ショルダーストラップもついてるので、肩掛けとしても使えるんですよね。うん。なので、非常に使い勝手がいいなと思って、はい。これ、これからどんどん使っていこうと思ってます。高荷の第6位、コラボ袋でした。で、続いて、第5位ですね。第5位が、ベルモントの UL の子です。これめっちゃ使いやすいんですよね。重量という意味では、別に一番軽いっていうノコギリじゃないんですけど、とにかく特筆したいのが切れ味なんですよね。僕が今までいろんな UL ノコギリを使ってきた中で、一番力を入れずに、薪を切ることができます。これすごい名品だと思います。難点は取り外しに若干工夫とコツ、時間がかかることなんですけど、全体的な労力を考えるとめっちゃ楽なんで、UL の子、すごいおすすめです。続いて、第4位が、パーゴワークスのトレイルポッド S900 です。前回 S200、前回は1200っていうのサイズが出てて、もうちょっと大きかったんですけど、非常にコンパクトサイズで出てきました。これによってバックパックの収納がすごい楽になるっていうことと、ちょっと細かいギミックですけど、蓋を開けると、ここ持つとですね、温度感あんまり感じないので、熱くても持てるっていうことですし、はい、こんな感じの非常にソロのコンパクトサイズになっているので、パッキングも楽しいなと思います。僕は、こういう、ですね、LT クッカー330を、こうやってこうギリギリこうやって入れて、こんな感じでパッキングしてます。これも楽しいですよね。フライパンの加工もされてるので、焦げ付きも全然少なくて、料理もすごいしやすいです。なので、ソロで調理が楽しくなるので、これは第3位に入っております。ということで、今のこちらはパーゴワークスが第4位ということですかね。はい、になっております。第3位が、大和道のミニマリストパッドです。はい。これ 53g っていうことで非常に軽量なんですよね。で、幅のサイズ自体は100センチ ×50 っていうことで、非常に半身ぐらいのサイズ感になってます。で、何よりやっぱ 53g と非常に薄いので、パッキングするときもそんなにかさばらないですし、これ、ロールすることもできますし、四つ折りもできるんですね。はい。こんな感じで、四つ折りもできます。ですから、バックパックの背にもこうやって入れることもできるので、パッキングサイズがすごいしやすいっていうのも大きな特徴です。で、もし、半身がちょっと心配だなと思ったら、2枚重ねても 100g ちょっとにしかならないので、すごく、使い勝手が良くて、ミニマリストというか、UL の方のためのスリーピングマットになってるかなと思います。寝心地は正直あんまり良くはないんですけど、寝れなくはないので、長期の山とか、長期のキャンプとかで徒歩キャンプっていう方にはすごくいいんじゃないかなと思います。パンクの心配とかもないですしね。これ僕次のキャンプで1週間ですけど2枚持っていこうと思ってるんですけど、結構あったかいんで断熱があって、ちょっとした膝掛けとか、寒い時の保温にも使えると思います。非常に使い勝手いいんじゃないかと思います。いよいよ第2位です。第2位が、こちらですね。これちょっと2個セットで紹介します。はい。第2位が、テイクアハイクさんのアルコールストーブになります。これめっちゃかっこいいんですよね。うん。で、こちら五徳ですね。チタン五徳。で、構造もアルコールストーブなのですごい簡単です。開けて、で、ここが空洞になったのはちょっと珍しいですよね。おそらくチタンの網みたいなのが入ってて、ここにアルコールストーブを垂らします。こんな感じですね。で、こういう感じです。安定してて、火の出もすごく良かったりするので、これめちゃくちゃ買ってよかったなと思います。しかも金額が、アルコールストーブと五徳セットでも4400円ぐらいなんですよね。めっちゃ安い。で、アルコールストーブ自体は 16g ぐらいなんですよね。はい。なのでめちゃめちゃ軽く軽量化できるので、
火力も強いということで、これすっごいおすすめです。第2位にランクインしてます。で、栄えある第1位は、じゃん。TMR さんの FD ストーブですね。はい、栄えある第1位は、TMR さんの FD ストーブになります。これはもうほんと名品ですね。はい。ファイヤードラゴンストーブということで、固形燃料を使う、ストーブになってます。非常に軽量ですね。で、非常に燃費もいいというか、火付きもいいので、お湯沸かしには全然問題ないです。固形燃料なので、非常に持ち運びも便利ですよね。で、しかも使ったら固形燃料がなくなるんで、軽量化の方にとってすごいおすすめだと思います。で、一応アルコールストーブも使えます。アルコールストーブとしても、使えますので、利便性がいいというか、もう非常に便利なので、これ、もしアルコールストーブとかお持ちじゃない、固形ストーブお持ちじゃない方は、これ1個あれば、どっちも使えるので、すごいおすすめですね。本当に。これですごい固形燃料にはまりました。めっちゃ便利ですよ。はい。今ようやく供給が追いついてきて買えるようになったんじゃないかなと思います。当初は全然買えなかったんで。はい。すっごいおすすめです。ということで、ちょっと簡単だったんですけども、2024年の上期に買った UL ギアベスト10でした。はい。すごくおすすめの UL ギアばかりなので、もし気になったものがあれば、チェックしていただければと思います。はい。では、それではですね、今回の動画が少しでも参考になったなと思っていただけましたら、大変お手数かと思いますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと大変幸いでございます。今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。良いキャンプライフを。それではまた。